どうも、エナジー福田です。今回はスピニングリールの最適な糸巻き量についてお話ししていきたいと思います。今回紹介する糸巻き量にしてもらうとトラブルもなく飛距離もぐんとアップするんで、ぜひ見てってください。最適な巻き糸量を紹介する前に、まず質問です。今出しているこの巻き糸量とこの動画の巻き糸量、このスプールエッジを見てもらうと違いがわかると思うんですけど、スプールエッジより下に巻くか、スプールエッジギリギリに巻くか、どちらがベストだと思いますか？僕は今までこのスプールエッジより少し下に巻いていました。スピニングリールの巻き糸量でよく言われているのが、スプールエッジより少し下に巻くことでライントラブルしづらくなり、そして飛距離が出る巻き糸量だと思っていたんですけど、最近スピニングリールで遠投をするようになってきて、後半の伸びが出てないなっていうことに気づきました。キャストして短い範囲はそこまで気にはならなかったんですけど、遠投しようとして後半になればなるほど、スプールエッジとラインが巻かれている場所との距離が出てきて、結構スプールエッジに当たりながらラインが出ていくんで、それによって後半の伸びがない。ちょっと失速してる。そういう感じになってしまってました。ちょっとそれを確かめたかったんで、今回はスプールエッジギリギリまで巻いてみました。わかりますかね？もうスプールエッジからも出そうなぐらいギリギリに巻いてます。で、この巻き糸量で投げてみると、キャスト後半の失速がなくなり、明らかに飛距離アップしてるのが分かりました。で、やっぱりスプールエッジに当たってラインが出ていくとダメなんだなと、飛距離は低下するんだなっていう気づきと、ギリギリに巻いたんで、ライントラブル増えるんじゃないかなって思ってたんですけど、今のところ一回もライントラブルしてないんで、この巻き糸量が飛距離も出るしトラブルもなくベストな巻き糸量だと思います。これシマノのスピニングリール最適な巻き糸量について解説されているページあるんですけど、その中にもスプールエッジギリギリまで巻いてくださいと記載されてるんで、これがスピニングリールの最適な巻き糸量になります。で、この巻き糸量でもしトラブルがそんな飛距離出なくてもいいからトラブルを減らしたいという方は、ここよりもう少しだけ下に巻くことでトラブルが減るんでいいんじゃないかなと思います。ということで、スピニングリール最適な巻き糸量についてでした。よかったらお好きな評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。